からね本当何も見えてないんで、別に目つぶってたっていいレベルなんですよ。左手で感じるんですよね。言葉で表現するなら本当に何もしないことが大事なんですよね。流れの邪魔をしない、ルアーの邪魔を、これで釣れたら気持ちいいけどな。でこの立ち位置に限っては流し巻くイメージでやっていきます。よいしょ、落ち着いてランディング。ドンピシャやったよな。厳しい時期でね出た1本相当嬉しいね。はい、皆さんこんにちは、ブルブルアドバンストテスターの寺岡久人です。このね2025年から、ブルブルでアドバンストテスターとして活動させていただくこととなりました。そのね皮切り一発目の撮影として、皆様にね改めてねお見せしたい釣りがあります。それがブルブルのルアーを駆使して攻略する流れの釣りっていうことをテーマに今回やっていこうかなと思っております。で舞台としては私のホームしまなみ海道エリア、ここでね、いわゆるオフシーズンと言われる厳しい時期ですけども、1本もしくは2本皆様にねいい魚を見せれるように頑張っていきたいと思います。はい、ナイトゲームやってきました。とりあえずね今回のプランは、G 外サーフエリアの流れの釣りをやっていこうかなと思っております。でたちまちね、サーフエリアにやってきました。で今からね潮が動き出すタイミングなんですよね。で見た感じねちょっとザーッと流れが出てきた感じなんでやってみたいなと思います。で結構ね水深のあるサーフエリアなんで、先発はブローウィン 140S これでいきたいなと思います。さあ早速やってみよう。とりあえずねサーフエリアからやってって潮位に合わせて立ち位置変えて G 外かいろんなところをちょっと弾丸していこうかなと思っております。シーズン的にはね、正直なところしまなみ海道完全なオフシーズンということで、なかなかね渋い日が続いております。なおかつ実はこの撮影までね大寒波で、連日爆風極寒で、なかなかプラもね練習もできずに当日を迎えてるって感じですね。そんなこと言ってもね釣りはね自然相手のもんなんで泣き言は言ってらんないんで、ベストを尽くしてやっていこうかなと思っております。で今回お見せしたいのは、流れの釣りです。で基本的にはブローイン 140S がね軸になってくるんだけど、潮位とか、水深で流れの強さに合わせたルアーセレクトっていうのもね実際釣りをしながら皆様に解説できたらいいなと思っております。っていうのも、今回こういったねロケをやらせてもらう意図としては、基本的には流れの釣りっていうのはいわゆるまかない釣りって表現されるかと思うんですけど、この感覚とかをねその文章に起こすと、なんとなくは理解できるんだけど、実際にそんな巻きスピードで釣れんのとか、本当はどんぐらいの巻きスピードなのみたいな、視覚化可視化できてなきゃ結構分かりにくいんですよね。でそのあたりをちゃんと映像に残して、こんなんで釣れるんだっていうのを今回お見せしたいと思ってます。より分かりやすいのがこの、しまなみ海道エリアって潮流計ってものがあって、その今流れてるノット数が数字としてね現れてるんですけども、今現状1って出てんすよ。でこれがね、2とか3とか4とかって上がっていけばいくほど流速が速くなってるよって感じなんだけど、まだね1なんだよね。でそこそこ見た目的には流れ走ってんだけど、もうちょっと待つべきかもしれないんで、よし反応ないんでちょっと潮待ちも兼ねて移動してみましょう。次は G ソエリアに向かってみます。移動。はい、立ち位置変えてきました。今はね G ソエリアにやってきました。で先ほどよりもねそれなりに流れが走ってきて、今のところマックス3ノットぐらいかな流れてるようなイメージです。で右から左の沖に向かって本流って言われるねそれなりに強い流れが出てます。で今はまだちょっと薄いんだけど、その本流からできる反転流っていう流れも若干生まれつつあって、でこれから狙っていくのはその本流が
って反転流が当たるこの流れの変化のところをブローウィン 140S を使って、狙ってみたいなと思います。いい感じにね流れは出てきたんで、とりあえず着水点は手前から選びながらアプローチしていきます。で徐々にね遠くにずらしながら探していくって感じですね。要は流れの変化、こう流れの筋があったらここみたいにね輪切ってアプローチしていくイメージです。でこれからね流速が出れば出るほど、これは自由走でも河川でも一緒だと思うんだけど、より流れの変化が分かりやすくなりますよね。そうなったタイミングで魚のつくべきところがより明確になって、なおかつその密度が濃くなってくるイメージ、それを待ってる。で今使ってるタックルシーバスロッド、僕はM クラスですね。でも流れの釣りするにあたっては MH とかでも全然やりやすいかなと思います。でリールは5000番です。ハイギア、これがすごく大事です。で P ラインは 1.55、 リーダーがフロロの6号を使っております。でこういった流れの釣りをするにあたってあえてねハイギアを選んでる理由っていうのがありまして、いわゆるローギアと言われるタイプのスピニングリール、力が強いですよね。鉄板バイブとか引き重りがするタイプのルアーを巻くときに、そういったローギアの力が強いスピニングリールはとても軽快に巻くことができて扱いやすいかと思うんですけども、あえてこのハイギア XG エクストラハイギアを選ぶ理由っていうのは、その引き重りをごまかしに行きたくないんですよね。実際に引き重りをもっと感じたいっていうところで、あえて力のないエクストラハイギアを使っております。っていうのも、こういった流れの釣りってこの左手、リールを巻く左手でしっかりと圧を感じていきたいんですよね。圧、要はハンドルの重みっていうところで解釈していただいたらいいかと思うんだけど、これの管理がめちゃくちゃ重要になってくるんですよ。でこれはねローギアでできるかできないかっていう話じゃなくて、全然それはできるんです。でこの辺りは好みによるとこかと思うんだけど、より分かりやすいのが力のないエクストラハイギアです。なんで、これから流れの釣りを覚えたいよとか、流れの圧っていう言葉はよく聞くけど、自分自身感じていきにくいというか、いまいちよく分かんないって方は、この道具である程度解決できるところもあるんで、意識してみてください。着水点を変えながらゆっくり流し込んでいきます。でほとんどハンドル巻いてないけどね、流れが P ラインをね引っ張って 140S ブローイン 140S はこれでもねちゃんと水平姿勢維持して動いてます。今ね左手に感じてるその圧感っていうものはねすごくいい感じです。程よい感じで、いかにも釣れそうは釣れそうなんだけどね。ただ今回はね冒頭でも言ったように、いろんなルアーでその時々の潮流にアジャストして、潮位だとか流速でアジャストして1本探していきたいなと思ってます。だからこれ以上流れが速くなって、なおかつルアーサイズを上げた方がいいなっていう風に感じるなら、スネコンの 150S とか、もしくはいい流れだけど 140S じゃ扱いにくいなっていう水深ならアウトスターとか、スネコンの130とかいろいろ入れてみようかなと思ってます。で立ち位置はもう一箇所に絞らず、潮位に合わせて刻一刻と変えていく感じで、ちょっとね今は糸を出してフルキャストよりもさらに向こうを狙ってみます。こうやって流れを利用してね、フルキャスト着水点よりもさらにその奥へね送り込むこともできるのが面白いところだよね。流れの釣りの流れの変化に届けて
軽くなってきたらゆっくりゆっくりとバタバタと暴れすぎないテンション管理で巻いてくる。こういう所作はね、基本的には僕は指の重みだけでハンドルノブが回る程度の入力にしてます。こうノブがあったら指を置いて、その重さだけで巻き取っていく。指の重さだけで回らないときはもうそのまま放置。本当に巻かなくても釣れるんだっていうところをね見せたいね。もしくはそんなゆっくりで本当に魚食うんだって。実際はこれが自分がやってみて一匹魚出してみないと答え合わせにはならないんだけど、でもね、その映像でしっかり見ることができるとなんとなくイメージしやすいじゃないですか。でこういった映像で皆さんインプットしてもらって、で自分のねフィールドでアウトプットをねしてもらうことが、こういう解説というかね、ハウトゥー動画の意図なんで。気温がね今日は0度です。でめっちゃ大寒波でずっと爆風極寒だったんだけど、まだね今日はマシで、なんとかありがたいことに釣りはやりやすい状況。昨日までは本当にね最悪な状況で、プラさえねまともでやれないような状況だったんだけど、もう15分ぐらいやってみて反応なければまた欄干で立ち位置変えてもいいね。巻いてなかったよね今食ったね。これが見せたかった。いいね、嬉しいな。あんな感じで140です。素直に流すだけでね、巻かなくても実は魚ってね食ってくるんだよね。ちょっと浅いんでバレんなよ、頼むぞ。よいしょ、頼むぞ。悪くないサイズじゃないか。ほら割といいサイズじゃん。ほら、よいしょー、キャッチー。嬉しいな。ほらいいサイズで、見てヒレピンで超かっこいい、いい感じのスズキですよ。ブローイン 140 です。本当に巻かずに漂わせて、でもなおかつ流れをしっかり掴んでピーランに動かしてもらう、そんなアプローチ。これがブローイン 140S の真骨頂。いい魚。おう元気。よっしゃ、いけそうやね。ありがとうね。最高。いや厳しい時期でね出た1本相当嬉しいね。さあ引き続き追加狙ってみよう。いや嬉しい。やっとね肩の荷が下りた感じですね。いやほんとね、いわゆるオフシーズンと言われる時期で、だけどやっぱねその自分のホームを突き詰めていくならね、そのオフシーズンすらちょっとね一旦は疑ってかかってみてチャレンジするっていうのもね大事ですよね。いい出会いがたまにはねあるんで、しかもねここのところほんと爆弾低気圧で釣りすらできない状況で、このフィールドもうずっと魚が出てないなんて聞いてて、そんな中ね手探りで探し当てたロケでの1本っていうね、これは至高よ、最高。そんな中でブローイン 140S っていうシンキングミノーはシンキングのミノーの中でも
絶妙なバランスでしっかりと塩に乗る感覚があるんですよね。そのジャーキングのミノみたいな情報っていうかイメージかなが先行しがちなんだけど、実は 140S の真骨頂ってここもあるみたいなね、再認識していただけたらなと思うな。いやほんとね、いいルアーですよ。これだから釣れたっていう表現はあんま好きじゃないけど、これだからやりやすかったアプローチ。はい、ちょっとね一通りブローウィン 140S で探ってみて、1匹出たんだけど、そこから反応がね、途絶え気味なんで、味付けを変える意味でスネコンの150に変えてみます。よし、これで、やっていきますね。で、流れの強さ的にはブローウィン 140S とほぼ一緒です。そういうところでもスネコン 150S 使えますっていうかね、程よいと思います。でブローウィン 140S でさっきぐらいの巻き感で、じゃあ実際じゃあスネコン150は同じ流れでどんぐらいかというと、そうそんなに変わらず大丈夫で、こちらもシンキングルアーなんだけど、しっかり P ライン、太めの P ラインで流れ掴んで漂わせてやると、割とこれぐらいのスローなアプローチでも使っていけます。でこいつのいいところはブローウィン 140S ミノーとはまた違ったね軌道を巻いてこれる。それがねシンキングペンシルの強み、より流れに馴染むイメージですね。 P ラインがしっかり蛇行して流れの変化をなめるように引けるのがシンキングペンシルです。おー、いいやつ噛んだ。ちょうどいいよこれ。今度はしっかり P ラインに水に P ラインつけてベールを起こして奥に届けてみます。今 50m ぐらい飛ばして、でベールフリーで糸を出しつつ 65m ラインぐらいまで送り込んで、いいね、なんかしっくりくるね。でこういう釣りってなんか視聴者さんからするとなんかあまり見ないというか非現実的な感じで、どうですか？ちょっとなんか楽しくない、やってみたくないですか？でもね、実はこういう釣りができるところってたくさんあって、無理に海峡エリアじゃなくても流れの強い川でももちろんできると思いますし、磯場でもね、その流れの強度に合ったルアーセレクトをすればこうやってまかない釣りはできるんで、ぜひともやってほしいです。いや流れ弱くてさ 140S じゃ根がかっちゃうんだよとかっていうところならスカーナッシュ 140F 入れてみたり、でそれよりもまだ弱くてってなるんならブローウィンの 125F スリム入れたりだとかっていう、そういう使い分けで、今状況を言うと 65m かそんぐらい先をスネコン 150S が右往左往してます。手元に動いてる感覚はないんだけど、潮に動かされてこっち行ってこっち行ってこっち行ってみたいな、ふらふらしてて誘ってるイメージです。でいつかは勝手に流れの変化に届いて、そこにしっかり狙っているべきであろうスズキがいて口を使ってくれるっていうイメージかな。ちょっとね今度は反転流に P ラインをビタッとつけすぎないように竿を縦気味で流し込んでいきます。要はコースを変えるっていう認識です。 140S 一択なのか。めちゃええとこ流れとるけどね。でこのええとこがどういうとこかっていうと、それは今ね皆様も見ての通り真っ暗の中釣りしてんで、視覚的に何か情報を得てここがいいとこって感じてんじゃなくて左手で感じるんですね。
要は先ほど言ったその引き重り圧感を拾っていいところを流せてるなっていう感覚をつかむ。本当何も見えてないんで、ぶっちゃけ今撮影なんでカメラの照明もあって本当に何も見えてないんで、別に目つぶってたっていいレベルなんですよ。そんぐらいもう感覚に集中する。だからこういう流れの釣りっていうのは本来は言葉で表現するなら本当に何もしないことが大事なんですよね。流れの邪魔をしない、ルアーの邪魔をいいサイズ。そうでもないのか。軽なったぞ。でも一気に行くよ。手前が浅いんでね。よっしゃ。いい重さがあったよ。元気。いい魚。じゃーん。いい魚。さっきよりもねまたサイズアップしたね。コンディションもいい。で見てほらこの尾びれ、流れの魚っていう感じの尾びれしてて、スネコもいい食い方してますよ。いやーハマったね。割と見立て通りでスネコの流し方もお見せできたのじゃないのかなと思います。やったー。綺麗。さあ元気に帰ってもらおう。最高。嬉しいな。はい、また立ち位置変えてきました。でここはですね、今ね僕が立ってるところに向かって沖からドーンと潮が当たって、左と右に二股にねこう分かれるようなポイントです。でブローイン 140S だとちょっとレンジが入りすぎちゃうんで当て潮なんで、スカーナッシュの 140F これでいきます。でスカーナッシュ 140F はこういった流れで使うときはブローイン 140S よりも水を掴んでより低速で扱いやすくて、でなおかつフローティングなんでレンジが入りすぎないんで当て潮方向とかより緩い流れとかで流しやすいです。でこの立ち位置に限っては流し巻くイメージでやっていきます。よっしゃ食った。一発かよ。ドンピシャやったよな。お強いぞ。ルアーセレクト大事やね。G ソーはね滑るんでゆっくり自分が下がりながら寄せてくると。でこういったね海藻滑るんで足元は気をつけて落ち着いてランディング。じゃーん。ほら一発スカーナッシュ 140F。 やっぱね流れの強度、流れの向きに合わせたルアーセレクト大事やね。最高。これね狙い通りというとおこがましいけど、でもね狙ったアプローチでドーンと出て高揚する一匹です。最高。指噛んで元気いっぱいです。よしありがとうね。いけるかな。